皆さんこんにちは、テクトです。いよいよ本日、セット 9.5 が始まりましたね。今回は、セット 9.5 で新しく追加されたアイテム、そしてサポートアイテムを含めた、全てのアイテムについてお話ししていこうと思います。全てといっても、今回オンのアイテムについては触れません。アーティファクトは特に変更ないですし、新しいアイテムを覚えるというところからちょっとはぐれますからね。ということで、それで流行っていきましょう。まず、セット 9.5 で新しく追加というか、区分分けされたサポートアイテムについて確認していきましょう。新しくサポートアイテムとして分類されたアイテムは13種類あります。イージスの盾は8秒間、自分と自分の周り、そして後ろの味方に攻撃速度と防御力のバフを与えるアイテムです。モルデカイザーとかアジールのような通常攻撃をメインとしたキャリーがいる構成で強そうな効果ですね。オブシディアンクリーバーはダメージを与えた敵に15秒間の裁断と分解を与える効果です。15秒間なのでアッシュのようなさっとスキルを打ってくれて範囲の広いキャラに持たせると強そうなアイテムです。さらに味方全員の攻撃力と魔力が 10% ずつ上がるので、これは多分サポートアイテムの中ではかなり当たりのアイテムだと思います。ジロットポータルはセット級のものとは違い、戦闘開始時にすぐにボイドスポーンを召喚するようになりました。タウントの効果が戦闘開始時のみになってしまったので、ちょっと弱めなのかなと思います。ジークの使者は戦闘開始時に自分と横にマス以内にいる味方の攻撃速度を 25% 上げるアイテムに変わりました。上昇量も 25% と、AS が欲しいキャリーならオーグメント1個分くらいの強さがしっかりあるサポートアイテムなので、結構当たり枠なんじゃないかと思います。ゼファーは戦闘開始時に対角線のユニットを1体浮かせる効果で、こちらは以前のものより効果時間が1秒伸びています。さらに、味方全員の攻撃速度が 8% 増加する効果も追加され、取れたらかなり重宝するアイテムとなること間違いなしです。相手のボードを毎回見ないといけないのがめんどくさいですけどね。ソラリのロケットは、戦闘開始時に自分と横にマス以内のユニットに、シールドと防御力を付与する効果に変わりました。しかも効果時間が20秒とめちゃくちゃ長いので、前衛を5体並べる構成で使うととても強いアイテムだと思います。バンシーベールは戦闘開始時に自分と横1マス以内の味方に行動妨害が効かなくなるバフを付与します。その効果時間はなんと18秒。モルデカイザーのようなメレーでかつ通常攻撃をメインとしたキャリーには神がかった効果となるので、バンシーベールが取れたらモルデをやるってくらいプレイする構成を左右するパワーがあると思います。マーターズバーチュはなんか自分は見たことないアイテムなんですが、5秒ごとに味方全員のヘルスを 7% 回復するというとんでもないアイテムになってます。さらに装備者が倒されても10秒間は効果が持続し、さらに効果量が 14% に増えるというとんでも性能です。これ多分耐久パーティにめちゃくちゃ向いたアイテムだと思うので、ターボンとかを軸にした構成でグインソースタックを貯めると強いアフェリオスなんかで猛威を振るいそうな感じがして面白そうです。無駄にでかいジェムはシマースケールアイテムから移籍となり、効果も据え置きです。戦闘開始から15秒経過した後残っている生存者2体につき1ゴールドを獲得し、さらに生き残ってる味方の与えるダメージが 35% 増加するという効果です。これもマーターズバーチのように耐久構成で使うと強そうなサポートアイテムですね。マーターズバーチより1の耐久力が要求されるアイテムなので、バスティオンロックみたいな構成で使うアイテムかなと思います。ランデュインオーメンは戦闘開始時、装備者と装備者に隣接した味方の防御を上げるアイテムです。一見すると使いやすいアイテムなんですが、配置がめちゃくちゃ崩れるので、自分はあんまり好きなアイテムではなかったりします。ブルーザーやシュリーマのようなヘルスが高くなる構成で使うと進化を発揮しやすいアイテムですね。残花の赤紋章はマジで聞いたことないアイテムなんですが、これサモリフのジャンブルアイテムですかね。戦闘開始時に装備者と横にマス以内にいる味方にバフを付与するアイテムで、バフを受けたユニットの通常攻撃はサンファイアケープのような効果が付与されるというアイテムです。めちゃくちゃ強い効果ですし、サンファイアを作る必要がなくなるので大当たりアイテムだと思っていいでしょう。別にキャリーにバフを付与する必要がないのも楽でいいですね。沈黙の帳は戦闘開始時、横にマス以内の全ての縦列の敵のマナを 30% 増やすという効果です。
さらにそこに加えて味方全員のヘルスが60増加するという効果が追加されました。これもまた当たりアイテムの一つだと思います。特に今回はマナリーブの効果を付与できるのが5コスのアーリと紋章がある時のフレヨルド3しかなくなってしまったので、かなり貴重なマナリーブです。そして最後に力の聖杯です。力の聖杯は戦闘開始時に装備者とその横に麻酔内の味方に魔力18とマナ10を付与するという効果になりました。一応金オーグメント1個分くらいの強さはあるのかなと思うので、これもまた AP 構成で取れたら当たり枠の一つとして考えていいでしょう。ということで、ここまでサポートアイテムの紹介をしてきました。どれもだいたい金オーグメント1個分くらいの価値があるようなアイテムとして設計されているのですが、ジロポだけはそこまでの効果はないのかなと思います。これをもし TF でパンドラアイテムを持ってる上で引いてきたら、アイテムがじゃんけんなのかなと思ったりしてますが、実際に使ってないので参考程度にお願いします。ちなみに全てのサポートアイテムにヘルス増加効果があるので覚えておきましょう。次はお待ちかね、制作可能アイテムです。36種類もあるのでサクサクやっていきましょう。デスブレード、通称デスブレは攻撃力が 66% 上がるだけのアイテムです。特に何の効果もないので、通常攻撃をメインとしたユニットに持たせることが多いですね。セット 9.5 だとアフェリオスとかですね。AD でスケールするスキルを持っていれば全然誰に持たせても大丈夫なのですが、基本的には後衛キャリーに持たせることが多いです。ジャイアントスレイヤー、通称ジャイスレは最大体力が1600を上回る敵にダメージが増加する効果です。序盤作っても強くない上に効果対象がタンクのみとちょっと作りづらいアイテムですね。タンクから倒していくようなキャリーに持たせると強いアイテムで、かつステージ5くらいから進化を発揮し始めるので、序盤は作らずに後半に作るようにするといいと思います。エクステックガンブレード、通称ガンブレは装備者と最もヘルス割合の低い味方を回復するアイテムです。これはキャリーの武器とか回復アイテムっていうくくりではなく、キャリーが持つタンクの防具という認識で使うといいと思います。戦闘時間が進むにつれてスケーリングしていくようなスキルやアイテムと相性がいいですね。例えばさっき紹介した無駄にでかいジェムとかですね。あとはこの後紹介する悪縁や部員層なんかも相性がいいアイテムになります。精進の矛、通称精進は通常攻撃ごとにマナを回復するアイテムです。マナが60以上あるユニットと相性のいいアイテムですね。ナイトエッジは物理キャリーかつ前衛のためのアイテムです。稀に後衛の物理キャリーに持たせることがあったりしますが、特にローグが多すぎてうざい時とかじゃないと持たせる意味がほぼないです。セット 9.5 だとこのアイテムを持って強いユニットはいないのかなといった印象です。ギリギリニーラに持たせてもいいかも。ブラッドサースター、通称知見は前衛の物理キャリーのためのアイテムです。ただ物理キャリー向けとはいえ、効果自体はほぼ防具のような効果なので、どうしても防具が作れない時の代替品として使うこともあったりします。ステラックのコテ、通称ステラック、もしくはコテは装備者のヘルスが 60% になると攻撃力とヘルスが増加するアイテムです。このアイテム、多分めちゃくちゃ強いです。ナーフされるんじゃないかなっていうステータスしてます。前衛の物理キャリー向けのアイテムで、セット 9.5 だとフィオラとかニーラとか強い4コスキャリーが持てるアイテムなので、作る機会が多そうです。防具の要であるベルトを消費してしまうのがややネックですが、効果はほんと化け物みたいに強いです。インフィニティエッジ、通称 IE はスキルがクリティカルするようになる物理キャリー向けのアイテムです。通常攻撃で戦わずにスキルで戦うタイプのユニットに持たせたいところなんですが、今回物理スキルファイターであるザヤのバンキッシャーという特性がスキルがクリティカルするようになるという効果なので、作る機会はもしかしたら少ないかもしれません。ただステータスが非常に優秀なので、ソードとグローブが余るようなら全然作ってもいいと思います。ラピッドファイアキャノン、通称ラピファは射程が1マス増加するアイテムです。セット 9.5 になって攻撃速度が下げられた代わりに追加ダメージが増えたので、いろんなユニットで持ちやすいアイテムになったんじゃないかと思います。射程が伸びるとダメージの出しやすいモルデカイザーとかが持ってると強いアイテムですね。グインソーレイジブレード、通称グインソーは通常攻撃するたびに攻撃速度が上がるアイテムです。こういう戦闘後半になると強いアイテムはスケーリングアイテムと呼ばれ、タンクが充実した構成で使うと強いです。
あと徐々に攻撃速度が上がるという効果ですが、初動の攻撃速度が速ければ速いほどスタックが貯めやすくなります。なのでジークの使者とかで初期の攻撃速度が上がるとほんのり強くなります。ほんのりね。スタティック支部、通称支部は敵の魔法防御を下げることができるアイテムです。魔法キャリー構成には支部かこの後紹介するアイオニックスパークのどちらかが絶対に欲しいので覚えておきましょう。巨人の誓い、通称巨人は前衛キャリー向けのアイテムです。防具みたいなイメージを持たれがちですが、どちらかというと武器です。物理魔法どちらでも使えるので、前衛キャリーであれば採用を検討したい装備ですね。ルナーンハリケーン、通称ルナハリ、もしくはハリケーンは通常攻撃時に攻撃力の 50% のダメージを近くの敵に与えるという効果です。この効果、通常攻撃時と書いてありますが、スキルで効果が発動するものもあったりします。ジンクスのスキルでも発動したりするので、そういうキャラに持たせるか、もしくは通常攻撃で戦うタイプのユニットに持たせるといいアイテムですね。ナッシャートゥース、通称ナッシャーは魔法かつ通常攻撃で戦うタイプのキャリー向けのアイテムです。セット 9.5 だとアジールとカモルでカイザーがそれに当たります。こちらも効果自体は強いですが、ベルトを消費してしまうのがややネックです。ラストウィスパー、通称ラスウィスはダメージを与えた敵の物理防御を下げるアイテムです。前衛から倒していくタイプのキャリーにはほぼ必須級のアイテムで、スタッツ自体はあまり強くないので、メインキャリーには持たせたくないアイテムです。しかしダメージを与えたユニットの物理防御が下がるという効果な上に、効果時間が3秒ととても短いので、しぶしぶメインキャリーが持つことの多いアイテムですね。セット 9.5 ではもう一つ物理防御を下げられるアイテムが実装されたので、このアイテムはあまり作ることはないんじゃないかと思っています。ラバドンデスキャップ、通称ラバドン、もしくは帽子は AP が上がるだけのアイテムです。基本的にソーサラーのような AP が特性で上がるユニットではなく、AP を上げられないユニットが持つと強いアイテムですね。まあ別にソーサラーが持ってはいけないというわけではありませんが、ソーサラーでこれを作るくらいだったら、後で説明するアイスパとか、ジュエガンとかを作りたいですね。アークエンジェルスタッフ、通称アクエンは、5両ごとに魔力が増加するアイテムです。グイーンソーと同じくスケーリングアイテムなので、タンクを回復できるガンブレとよく一緒に使われたりします。クラウンガード、通称クラウンは、戦闘開始時にシールドを得て、シールドが消滅したタイミングで魔力を獲得するアイテムです。魔力獲得時の合計魔力は60と、ほぼラバドンのような魔力がもらえる上に、シールドと物理防御までもらえるので、前衛魔法キャリーには必須と言ってもいいくらいのアイテムになっています。セット 9.5 だと、ガングプランクやモルデカイザーなどに持たせるととても強いアイテムだと思います。アイオニックスパーク、通称アイスパは敵の魔法防御を下げることができるアイテムです。支部と違って前衛に持たせる必要があるので、タンク性能の低いユニットに持たせてしまうと効果がすぐなくなってしまいますが、戦闘開始直後から魔法防御を下げられるので、すぐダメージを出すタイプの魔法キャリーのお供として最適なアイテムになっています。この祭壇という効果は重複せず、2つ持たせたとしても効果は 30% までなので、死んだ時に効果が切れてしまうのを防ぐような目的がない場合は、2個以上作らないようにした方がいいでしょう。モレロノミコン、通称モレロは、スキルでダメージを与えた敵に、燃焼と負傷を付与するアイテムです。数少ない回復阻害を持つアイテムの一つで、広範囲スキルを持つユニットと相性がいいです。セット 9.5 だと、カイサとかシルコ、ミスフォーチュンとカッシュなんかとも相性がいいですね。ジュエルガントレッド、通称ジュエガンは、スキルをクリティカルさせられるようになる魔法版の IE です。ジュエルロータスというオーグメントでスキルがクリティカルするようになっている場合は必要のないアイテムになりますね。その場合はラバドンなどを持たせた方が効果の効率がいいです。ただ、グローブとロットが余っている場合、クリティカルするようになるという効果が重複してしまいますが、あまり理想型にとらわれずにアイテムを作ることで、今強いボードを作ることができたりもしますので、作ってしまってもいいでしょう。ブルーバフは最大マナが10低下し、キルもしくはアシストを取った時にマナを10回復するというアイテムです。このアイテムは精進と同じようにマナを回復するアイテムとなるのですが、精進と大きく違うのは、マナの最大値が10低下するという効果です。マナ50のキャラに持たせた場合、ブルーバフだとマナ40、
通常攻撃1回で10回復するので、通常攻撃4回でスキルが打てるようになります。精進だと通常攻撃1回で15回復するので、こちらも通常攻撃4回で打てるようになります。なので効率は同じように思えるかもしれませんが、TFT というゲームはダメージを食らうことでもマナを回復します。つまり最大値が10下がることによって、1vs1 とかになった時にスキルを打ちやすくなるというメリットがあるので、基本的にマナがとてつもなく多いキャラ以外はブルーバフの方が強いです。マナが30とかなら絶対にブルーバフの方が強いので、この仕様は覚えておくようにしましょう。プロテクターの誓い、通称プロテクターはヘルスが減った時にシールドと防御力を獲得できるアイテムです。このアイテムの最大の利点はマナを45もらえるというところにあります。ジェイヨンやカサンテなど一発目のスキルをとっとと打ってほしいようなキャラに持たせることで最大の効果を発揮します。イーブンシュラウド、通称シュラウドはセット 9.5 で実装された物理版のアイスパです。周囲の敵の物理防御を下げることができるので、物理キャリー構成の前衛に持たせておくととても強いと思います。個人的にはこのアイテムめちゃくちゃ強いと思っていて、シュラウドを作ればラスウィスを作る必要がなくなり、弓とグローブを別の武器に使うことができるようになるため、物理構成だとほぼマストアイテムになるんじゃないかなと睨んでいます。リデンプションは装備車と装備車に隣接したユニットのヘルスを5秒ごとに回復し、さらに回復したユニットに与えられる範囲ダメージを減らす効果のある防具です。メインタンクに積んでもいいですし、サブタンクに積んでもいいですが、メイン防具としてはちょっと頼りない性能です。防御力が上がりませんからね。ハンド・オブ・ジャスティス、通称ハンジャは回復効果と物理魔法療法の攻撃力が上がるアイテムです。基本的にこのアイテムを後衛のキャラが持つことはなく、どっちかというと前衛のキャリー向けの武器になります。クリティカル率が上がるので、ジュエガンなどとの相性がとても良いですので覚えておきましょう。ブランブルベスト、通称ブランブルは物理防御がめちゃくちゃ上がり、さらにクリティカルから受けるダメージを減らす効果のあるアイテムです。これ単体ではあまり強くなく、ドラクロと一緒に持たせることでカチカチのタンクが完成するアイテムになっています。個人的にあまり作りたくないアイテムなんですが、セット 9.5 ではバンキッシャーという物理クリティカルの特性が存在するので、もしかすると作った方がいいアイテムの一つになるかもしれません。ガーゴイルストーンプレート、通称ガゴストは装備車を攻撃している敵1体につき追加で防御を獲得できるアイテムです。1人で前に立たせる時に使ったり、あとは4体くらいタンクを横並びに置いた時に一番タゲの集まるやつに持たせることで進化を発揮します。セット9ではジロポと一緒に持たせることで敵の攻撃を強制的に集め、ガゴストの効果を上げることができたのですが、今回はそのアイテムコンボは使えません。個人的にはこのセットではあまり作りたくないアイテムの一つです。サンファイアとドラクロを作った方が強いと思っています。サンファイアケープ、通称サンファイアは2マス以内にいる敵に燃焼と負傷を付与するアイテムです。このアイテムめちゃくちゃ強いです。特にベルトとアーマーを武器に使わなくてもいい構成なのであれば、作れるタイミングが来たら即作っていいレベルで強いです。序盤、中盤、終盤、どのタイミングでも強いアイテムなので、これは覚えておきましょう。ナイトハーベスター、通称ハベは体力が 60% 以下になると追加ダメージが増えるアイテムです。物理防御が25ももらえる上に体力が 60% 未満になった時の条件なので、前衛キャリー向けの武器ですね。ドラゴンクロー、通称ドラクロは魔法防御がめっちゃ上がってヘルスを2秒ごとに回復するアイテムです。ワモグやサンファイアととても相性が良く、ブルーザーやシュリーマのようなヘルスが高い特性と相性が抜群です。敵に魔法構成が多い時にぶっ刺さりますが、物理構成しかいない時に作ってもしょうがないです。まあ物理しかいないなんてことはないと思いますが、一応ちらっと他のプレイヤーが作ってるアイテムを確認して、魔法アイテムが作られてるかはチェックした方がいいかもしれません。アダプティブヘルム、通称アダム、嘘です。通称わかりません。何ですかね、アダプティブですかね。まあそれはさておき、持たせたユニットの位置によって効果が変わるアイテムです。前なら防御が上がり、後ろなら魔力とマナ回復です。精進やブルーバフに次ぐ第3のマナアイテムなので、どちらも作れないなっていうアイテムの時に重宝するかもしれません。防具としては微妙です。
防具として作るのは本当に防具に困窮してる時だと思います。クイックシルバー、通称クイシル、もしくはサッシュは行動妨害を受けなくなるアイテムです。先鋭キャリーでかつスキルを使った時にドンってダメージを与えないタイプのキャリー向けのアイテムですね。セット 9.5 だとモルデカイザーとかがそれに当たります。逆にガンムプランクみたいなスキルを使って終わりみたいなキャラには必要ないアイテムです。ワーモグアーマー、通称ワモグは最強の防具の一つです。サンファイアと同格、あるいはそれ以上に序盤強いアイテムなので、これもまた作れるタイミングがあったら作っちゃってもいいでしょう。ただセット 9.5 ではベルトから作れる強い武器も存在するので、少々見る機会が減りそうかなとか思ったりしています。ガードブレーカー、通称ガドブレはシールドにダメージを与えたらその後3秒間与えるダメージが増えるというアイテムです。セット9では攻撃力が増加していたのですが、それが撤廃され代わりに攻撃速度が上がるようになりました。何の調整なんですかねこれ。めちゃくちゃ使いづらいアイテムになってしまいました。魔力増加量も減らされ、全体的にちょっと弱くなってしまった感じがありますが、バンキッシャーとの相性はかなりいいと思います。特にミイラと相性がいいんじゃないかと思います。あとはジュエガンなどブレにした知ることかですかね。最後に盗賊のグローブ、通称盗賊です。このアイテムは今回はなかなか作る機会がなくなりそうです。というのも、グローブから派生するアイテムがかなりいいものが増えたので、そちらを作ることが多くなりそうだからです。ハベ、ガドブレ、ハンジャ、ジュエガン、IE。少なくともこの5つは作ってもいいアイテムだと思うので、タンクアイテムでもなく、キャリーアイテムでもない盗賊は、ポステの回転寿司とかで取るくらいでしか見ることはなくなるんじゃないかなって思ってます。ということで、以上が制作可能アイテムについてでした。めちゃくちゃ長時間本当お疲れ様でした。最後に簡単にアイテム全体についてまとめていきましょう。セット 9.5 では防具から武器が作れるようになったので、おそらくダブルキャリー型の構成が流行るんじゃないかと思ってます。特に今までベルトが余りがちだったチャレンジャーとかはかなり追い風じゃないかなと思います。そしてシュラウドの存在がでかいです。今までラスウィスが必須だった物理キャリーがラスウィスを持たせなくてよくなったことで、さらにダメージを伸ばせる武器を持たせることができるようになりました。物理キャリーですとザヤ、ニーラ、アフェリオス、フィオラ、レクサイ、ダリウスあたりの構成が少々追い風なのかなと思います。特にザヤですね。アイテムが増えてちょっとややこしくなった感じがありますが、武器が来なくて積むみたいな状況になりづらくなったので、パンドラアイテムの価値が落ちたのかなとも思います。 TF の3個目のオーグメントでサポートアイテムが選択できないのもちょっとしんどいですね。逆に今まで以上に武器が作りやすくなったことで、エズリアルのような素材がたくさんもらえるレジェンドはダブルキャリーにしやすく、強さを一定以上に引き出すことができるのかなと思ってますので、そのあたり踏まえて研究していきたいですね。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。もしこの動画が役に立ったと感じたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。